こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はお片付けでやってはいけない NG 行動についてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず1つ目の NG 行動は、空いている隙間に物を突っ込むということです。突発的に増えたものやちょっと買いすぎてしまって入りきらなかったものなど、とりあえず空いている隙間に突っ込んでしまうという方は多いと思います。それが何度も繰り返されると、引き出しや棚の中がぐちゃぐちゃになってしまい、何が入っているのかもはやわからない状態になってしまいます。こういった状況を防ぐためには、まずざっくりと収納ごとのテーマを決めておくことがポイント。この棚は家族共用のものを入れる場所、このクローゼットは子供のものを入れる場所というように、大まかなテーマを決めておくことで、それに関係ないものは入れないというルールが決まってくるので、カオス化を防ぎやすくなります。そしてもう一つのポイントは、急に増えたものの一時置きスペースも用意しておくことです。いただき物などで定位置を決めていないものが急に増えることも時々あると思います。そんな時にちょっと置いておける余剰スペースがあるだけで、だいぶゆとりが生まれます。家に人が来た時など、リビングにある散らかったものをとりあえずひとまとめにして、人目につかない部屋に一旦隠してその場しのぎをするという方も結構多いのではないでしょうか。実際、かつてお部屋時代の我が家もその状態で、開かずの間にどんどん物が溜まってしまうということの繰り返しでした。一旦隠してすっきりすると、ついそのままにしてしまってなくし物が増えたりすることもよくありました。この負のサイクルをなくすためには、一時しのぎはやめて物としっかり向き合って整理する、片付けることを習慣にすることです。来客などで片付けざるを得ない状況を作ること自体は、やる気を出すために有効な方法の一つです。そのため、そのチャンスを生かして隠すのではなく整理することを心がけましょう。家電やおもちゃ、靴の空き箱など、クローゼットや棚の中にとりあえず保管してしまっているというお宅もよくお見かけします。箱は中身が空っぽでも結構場所を取ってしまうもの。せっかくの貴重なスペースを空き箱で埋めてしまうのはもったいないですよね。箱があれば高く売れるかもと思いがちですが、希少なコレクション品でもない限りは高く売れても数百円程度です。その箱を置いているスペースの分にも家賃がかかっていると考えると、トータルでは明らかに赤字と言えます。そのため、どうしても必要なもの以外は潔く処分するのがおすすめです。どうしても保管しておきたいものがある場合には、できるだけコンパクトに畳んで保管することをおすすめします。SNS や雑誌で見かけるおしゃれな収納に憧れて、とにかくボックスで隠す収納にしてしまう方が結構いらっしゃいます。でも結局どこに何があるかわからなくなってしまったり、家族からあれどこに行ったのと頻繁に聞かれてストレスになってしまうということがよくあります。隠す収納は物の管理が得意な方に向いている上級者向けの収納です。そのため、使いやすさよりも見た目を重視したい方に合っていますが、片付けが苦手な方やお子さんなどにはあまり向いていません。そのため、片付けが苦手な方はできるだけ隠さずにパッと見てわかる方法で収納するのがおすすめです。また、お子さんのものやご家族共用のものも見てすぐわかる方法で収納することをおすすめしています。物が増えたら、とりあえずそれをしまうための収納用品を買い足すことを考えてしまうというお宅もよくお見かけします。特に洋服が増えたらとりあえず衣装ケースを買い足すというお宅が結構多いように思います。ですが、収納家具や収納用品を買い足してしまうと、その分お家はどんどん狭くなってしまいますし、さらに一度増やした家具は手放すのも大変です。そのため、物が増えてもまずは今ある収納を生かすことから考えましょう。見直してみると、実は使っていないものがスペースを取っていることもあります。まずは物をちゃんと整理してみることが大事です。捨てるにはもったいない、
高く売れそうなどの理由でいつかフリマアプリで売ろうと思ったまま何ヶ月何年も放置してしまっているものがあるというオタクも多いです。一部のコレクション品などでない限りいつか売ろうと思っている間に価値は下がり、逆にそのものを家に置いておくスペースの分家賃がかかってしまいます。そのためフリマアプリで売ろうと思うならすぐに出品することが大事です。逆にそこでつい面倒になって後回しになってしまうならリサイクルショップなどあまり値段はつかなくてもすぐに売れる方法で手放す方がおすすめです。少しでも高く売りたいという欲を手放して不要なら早く手放すことを選ぶのが片付けでは大事です。見た目の可愛さや便利そうという誘惑につられてつい用途を決めずに収納用品を買ってしまったことはありませんか？いざ使おうとしたらサイズが合わなかったり、見た目がちぐはぐな収納になってしまったという経験がある方もいらっしゃると思います。そのため収納用品を買うときはまず手持ちの空き箱や紙袋で仮収納を作って試してみるのがおすすめ。それで使い勝手が問題なければサイズをしっかり測ってメモして、ネットや近くのお店でぴったり合うサイズのものを探してみましょう。届いた郵便物や書類をつい開けるのが面倒でダイニングテーブルの上やキッチンカウンターの上に置きっぱなししてしまうという方も多いと思います。我が家も以前は郵便物はレターラックに突っ込んだままそのままほったらかしだった時期がありました。郵便物を開けずに放置してしまうと大事な書類も不要な DM も混在してしまい、いざという時に必要な書類がどこにあるかわからなくなってしまいます。そのため郵便物は届いたらすぐに開封し、要不要で仕分けましょう。必要なものも紙で取っておく必要がなければスマホで撮影してデータだけ保管にするのがおすすめ。紙で保管する量を必要最小限にできれば管理も楽になります。業務用スーパーやホームセンターなどでつい安いからと大量にまとめ買いしてしまう方も結構多いと思います。買うときはどこかに入るだろうと思ってたくさん買ってしまうものの、いざ家に帰ったらやっぱりしまう場所がなくて困ってしまうというのはあるあるです。そのため買うときにはしまう場所があるかイメージしてから買うのがとても大事です。例えば我が家ではキッチンペーパーは4ロール入りではなくてかさばらない2ロール入りを選んでいます。まとめ買い安いといっても結局これも数百円数十円程度の差であることが多いので、置いておく場所代を考えてお家のサイズに合ったお買い物を心がけましょう。押し入れやクローゼットなど目線より高い場所に収納ケースを置いてしまって出しづらいというお宅も多いです。こういった使いづらい収納方法にしていると結局出すのが面倒になってしまい、実はケースの中身がスカスカだったり入っているものもほとんど使われない状態になってしまう場合が多いです。そのためまずは引き出し式の収納用品は腰高よりも下の位置に置くようにしましょう。またよく使うものなのに扉付きの棚の中に引き出し式の収納用品を入れて使っていてアクション数が増えすぎてしまうということもよくあります。そのため使用頻度が高いものはなるべくアクション数の少ない収納方法に変えましょう。いかがでしたか？普段の暮らしで見直せそうなポイントはありましたでしょうか？最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。